シャロー、皆さんこんにちは、梶山卓です。今日はですね、天気が良かったので、バルコニーでですね、この動画を撮影しています。レッツゴー！前回の動画でですね少し触れたんですが、今日は杉越のお祭りについて皆さんにこの動画でですね話したいなというふうに思っています。杉越のお祭りが一体どういうお祭りで、イスラエルでどうやって祝われているのかとですね、今日この動画でシェアしたいなというふうに思います。はい、早速ですね、この杉越のお祭りについて皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。杉越のお祭りはヘブライ語ではペサハ、英語だとパスオーバー、もう一つの名前がありまして、それが種なしパンの祭りです。杉越のお祭りが始まった経緯をですね、少し皆さんにまず分かち合いたいなというふうに思います。とても昔ですね、エジプトの地でですね、ユダヤ人、イスラエルの民は400年間奴隷として、働いていました。このイスラエルの民は神様にですね助けてくださいっていう風に祈るんですね。で、神様はその祈りを聞いて一人の人を使わしました。その人物の名前がモーセ。モーセはですね、このエジプトの王パロの元に来てですね、このイスラエルの民を解放させてください。この王様はとても頑固なので、このイスラエルの民がエジプトの地を出ていくことを許しませんでした。神様はこのエジプトの地に10の災いをもたらすことを決めました。この10の災いというのは、ナイル川の水を血に変える、カエルを放つ、ブヨを放つ、漢字が読めない、アブを放つ、で家畜に疫病を流行らせる、腫れ物を生じさせる、雹を降らせる、バッタを放つ。9番目が暗闇でエジプトを追う。ここ今9個までなんですけど、10の災い、最後は長子を皆殺しにするっていうですね、とても恐ろしいこの災いが起こることになりました。この10番目の災いが来る前にですね、神様はイスラエルの民にこの傷のない子羊を殺して家の門にこの血を塗りなさいっていうふうに言いました。が貼ってある家の長男はですね守られるというふうにですね神様は言いました。ここが実はその杉越の由来が来ています。この災いが杉越っていうところでですね、杉越のお祭りっていうの方が来ています。神様は具体的にイスラエルのためにこの種なしパンを作りなさいと言います。なんで種なしパンかというと、種なしパンっていうのはイーストが入ってないってことでパンが焼けるのが早いですよね。これはもういつでもこの自分の家を出れる準備をしなさいと。服を着て杖を持って靴を履いていつでもエジプトを出れる準備をしなさい。今でもこの杉越のお祭りの期間中はイーストが入っているもの、膨らむものをですね食べてはいけないっていう風になってます。今日はですねこれマッツァっていうんですけども、これがいわゆる種なしパンです。ちょっと食べてますね。クラッカーですね。はい、めっちゃ口乾くので、一口でパッサパサになります。夜が来ました。それでですね、門にこの血がかかっていればこの災いが通り過ぎていく。でも門に血がついてない家には災いが来てですね、長男が殺されるっていうですね、エジプトのパロの息子もこれで死にました。この後にパロはですね、イスラエルの民がですねエジプトから出ていいよっていうふうに言いました。このエジプトから出た、エジプトの奴隷から自由になったことをお祝いするのがペサハ、杉越のお祭りです。詳しいですねストーリーを知りたい方は一つおすすめなアニメがあります。 Prince of Egypt っていうとですねアニメーションな映画があります。ユダヤ人が奴隷だった様子だったりとか、どうやってこの災いが起こったっていうのがですね、とてもアニメーションなので見やすいと思います。ぜひ見てみてください。ではこの現代のイスラエルではどのように祝われているのでしょうか。一つはですね、先ほども言ったんですけど、実はこの杉越のお祭りが始まる1ヶ月前とか数週間前からユダヤ人の方々は家の掃除をやり始めます。この小麦粉ですとか膨らむ要素があると家の中からですね全部片付けちゃいます。でこの杉越のお祭りの期間ですね、そういったものを食べることができないので、先ほど紹介したこのマッツァとかですね代わりに食べます。2つ目はですね、杉越のお祭りにはですね最初の夜はこの伝統的な食事を皆さん食べて祝われます。
順序がですね書かれているこのハガダーっていう書物があるんですが、これに従ってこのエジプトの話を読んだりですとか、またですねこのセデルって言われてるですね夕食の儀式があります。セデルというのはですねヘブライ語で順序という意味があります。ユダヤ人の方々はですねこの順序をですねしっかり守る方々ですね。順序は守るけれども列の順番は守らない方々ですね。このセデルはですね、6つの品があります。これらのものをですね食べて、この杉越のお祭りをですね、こう先ほど説明したストーリーをですね思い出して、イスラエルの人々はお祝いします。なんか僕はとてもこれがなんかすごい日本のおせち料理に似てるなというふうに思ったんですね。おせち料理も一つ一つですね意味があるじゃないですか。それと同じように杉越のお祭りではこのセデルというですね伝統的な夕食を通してこの物語を思い出す、また物語を思い出すだけじゃなくて噛み締めるというか体現するということができます。今年の杉越の祭りは皆さん知っている通りにですね、このコロナウイルスによってイスラエルはちょうどこのコロナウイルス期間中はロックダウンしていました。例年ですと家族や友達と一緒にですね集まってこの杉越のお祭りをお祝いするのですが、それが今年はできませんでした。なので各家庭がそれぞれこの杉越のお祭りをお祝いする形になりました。またこのコロナウイルスが過ぎ越すことをですね、みんな祈って願っていました。残念ながら今もこのコロナウイルスの影響というのは続いていますけれども、コロナウイルスがですね一日でも早くなくなることを願っています。でもこの杉越のお祭りですね、実は面白い挨拶で締められます。それは来年はエルサレムでっていう言葉で終わるんですね。というのも多くのイスラエルまたユダヤ人の方々、いまだにこの海外にいる方が多いですね。アメリカとかヨーロッパに海外にいる方々もみんなこの杉越の祭りは同じこのセデルプレートだったりこの種なしパンを食べて杉越の祭りをお祝いします。で彼らが祭りが終わる時に言う言葉が来年はエルサレムでお祝いしましょうっていう言葉で終わるんですね。僕は本当にこの杉越の祭りを特に今年は特別な形でお祝いすることができました。ぜひ皆さん来年はエルサレムで杉越のお祭りをお祝いしましょう。皆様の上に神様の豊かな祝福とシャローム平安がありますように。バイバーイ。